今回は有名な織物の産地ではないんですけども、はい、こちら島根県雲南市の方で、綿の栽培を自家栽培して、生地にしておられる方がいるという情報ですね。ちょっと前からは得てたんですけども、結構復興坊のある出雲市から非常に近いところにあるということでお邪魔してみました。綺麗な田園風景が広がってますけども、こちらがですね、島根県雲南市の三王寺というね棚田があるエリアなんです。このようにね、非常にのどかなところで、若干ちょっと休耕田も目立っているんですけども、こちらへお邪魔しました。先ほどの棚田の一角にこのような綿の畑がありまして、この綿を栽培されているのが加藤寛一商店の藤原淳さんです。みかんの皮のようにこう放射状にこうなんか割れてきて、中から綿が飛び出すというようになってます。これはいつ頃植えられた綿なんですか？この綿は5月の10日にコットンの日に植えていただいた。なんか聞いたことがあります。はい、だいたい5月に植えて11月に収穫するんですけれども、一応目安として5月10日に。これは県外から、いろんな方が来ていただいて、皆さんに協力いただいて植えていただいたものです。何粒ずつまくんですよ。なんかいっぱい。はい、4粒から5粒ぐらい巻いて、最終的には2、3株にこう間引いていくっていう感じですね。なんか以前知り合いに、はい、なんか3粒植えたら、はい、1粒は鳥に、1粒は虫にそうですね、1粒は私たちがとかっていう話を聞いたことがあって、本当にそうなんですよね。よく取られちゃうので、だいたい発芽率がそもそも7割なんで、1粒だけ植えちゃうと出てこないのも結構あったりするんで、たくさん植えて、すごいちょっと変わった種類だと聞いたようなことがあるんですけど、私が育てているのが蝶々綿という品種の綿でして、この種から放射状に毛が生えてるんですけど、この毛の長さが3.5センチ以上ある長い毛足の品種を育てています。で、長い毛足の品種は細い糸が紡げるので、割と繊細なお洋服を作るのに向いている品種ですね。これ見ていただくと目視でも大体3.5センチ超えているかなというところで、なんかちょっと光沢もあるような。そうですね、島根県のこの蝶々綿の特徴として、伸ばしてもらうと反射して光るような、なんか綺麗ですね。ピカピカ綺麗にちょっとなんかシルクっぽいような。そうですね、この光沢感と、あとは強度ですね。結構大人の力で引っ張っても絶対に切れないような。そうですよね。そうなんです。今抜けたんですよね。そうです。種からは引っ張ると抜けるんですけど、本当ですね、強い強い。ここからはもう絶対にちぎれないっていうのがあって、この強度っていうところが特徴になってまして、これがまた糸にして生地にしてお洋服になった時にそのまま光ってくる、そして触り心地が非常にいいっていうものになってくるんで、そういったものを今育ててます。なかなか綿から育てて製品まででしたよね。今はそこまで。なんかそういう方って会ったことがないんですけど。そうですね。日本ってコットンの自給率が 0% なんですよね。全部アメリカだとか中国とかインドから輸入したものを加工して糸にして服を作っているっていうところで、原料は輸入に頼ってるんですけれども、今私のように国内で綿を作っている、事業者さん何社かいらっしゃるんですけれども、本当に数えるほどで片手で収まっちゃうぐらいの数しか作られてないっていう感じですね。
畑はここと他にもなんかそうですあるっねて聞いたんですが、雲南市の大東町内でだいたい7単ぐらいやってまして、それ以外にも、島根県内で契約している農家さんでそれぞれ作っていただいてっていう感じですね。その綿をこう育てるところから製品まで作ろうと思われたなんかきっかけというか、なんかそういうものは話すそのと心は長くなっちゃうんですけど私大学が岡山で、はい、で岡山のしかも地場産業を研究する研究室に入ってまして、でそこでジーンズの研究をずっとしてまして、岡山はジーパンが有名な、特にですね縫製を行ったり最終製品にする小島という地域ではなく、はい、生地を作る茨市という地域がありまして、そちらの方で織物の研究をしていて、そうなんですね。それであんまり聞いたことなかったです、そういう話は。そうなんですよね、そういったことをやっていて、ただ就職はもう全然違う業界の家電業界で普通サラリーマン、ザ・サラリーマンっていうような仕事をしてまして、でサラリーマンしながらも何か繊維でできないかなっていうことを思いながらずっと仕事をしてまして、でこちらに帰ってくるタイミングで、島根県が地元なので、地元に帰ってくるタイミングで繊維をしようということで、ただもうその時点で、20代後半だったので、なかなか繊維業界だとか、ファッション業界って途中で30歳ぐらいから参入するのが難しい業界なので、なんかいい隙間があればなと思ってたところに、先ほどの話ではないんですけれども、原面をやってる人っていうのは日本に誰もいないというところで、始めました。でそもそもそれを買ってきて事業にしようと思っていて、パーフェクトメイドインジャパンといって、頭からお尻まで全部日本国内で完結する製品を、そういった呼び方をするんですけど、そういった洋服を作りたいっていうふうに思って、最初はこの原面も買ってこようと思って四国に探しに行ったりとかしてたんですけど、もう収穫量も少ないし、私に売る量はないし、もし売るってなっても非常に高くなっちゃうよということで、なかなかスタートできないなと思ってたところに、私の祖父の土地と、あと周りの皆さんが土地を貸してあげるよっていうことで声をかけてくださって、それでこれはもう自分でやった方が早いなっていうことで、こういうことを始めました。なんかこう綿もこう農業に近いというか、そういうなんかこうなんだろう、育てるなんていうんですかね、ノウハウのことですかそういうのがちょっと最初から難しくなかったですか？そうですね、最初はもういきなりサラリーマンから農家になってしまったので、全然知識がないですし、そもそも種を持っていなかったので、ちょっとどこかやってる地域の方に譲っていただこうと思って探していたら、この同じ大東町内で綿作りをしている人がこの山王寺という地域にいらっしゃって、でその方を訪ねて種をいただいて、で、育成方法も指導いただいて始めました。あとは松江にですね、城の西に城西地区という地区がありまして、そこに松村豊吉先生という昭和の初期に綿作りを日本で初めてこう成功させた先生というのがいらっしゃって、現在ですか？いえ、もうお亡くなりになられてるんですけども、お孫さんが今その地域に住んでいらっしゃって、でその方にちょっとお伺いしてお話聞いたら、当時の資料をですね、提供してくださって、でちょうど宍道湖温泉駅というのがあって、宍道湖温泉というエリアがあるんですけど、そこで育てられた綿のデータなので、非常にこの地域に近いんですよね。で割と綿ってデリケートなんで、気温だったりだとか気候にこう左右されやすいんですけれども、非常にこの当地に近いデータがたくさんあったので、それもあってなんとか育てられているっていう感じですね。
でもなんかこういうふうにこう一から育てられたものでこうコットンボールができて綿になったものが布地になって製品になるっていうのはすごいストーリーがあってなんか素敵なことだなと私も共感します。そうですね。ないですよね。探してもないです、ね。探してもないと思いますね。なんかこう心意気からこう身にまとうっていう感じがして。そうですね。この土地をこう耕作放棄地なくしたいとかもあるんですけど、それはなんというかついてくるもので、自然と自分の活動をやっていく中で周りからついでにこういういいこともあるよねっていうふうに言われてできてきているっていうところで、本当の自分の目的としてはやっぱりいい生地を作るっていうのが目的。加藤寛一商店という古い名前でやってるんですけど、本当にそれは屋号として、うちの祖父から譲り受けたもので、もともと本当に商店、町の商店をやっていて、全然洋服をこう取り扱ってたとかはないんで、本当に今のこのアパレルの綿の事業をしているのは私からなんですけれども、でも屋号を大事にするっていうところを。そうですね。やっぱりこうアパレルなんで最初はかっこいいこうわかります。ブランド名を横文字のを考えたかったんですけれども、なかなかいいのはないなっていう中で、ないですよね。まあせっかく家族から引き継いだものだから、それ残してやろうということで、今加藤寛一商店という名前でそのまま使ってやってますね。いいですね、本当に。畑から場所を変えて空き家を使ったレンタルスペースでお話を伺うことにしました。これがこの畑でできたそうですね。タイプライターの生地になります。縦糸は海外のオーガニックコットンを入れてるんですけど、横糸は島根のうちの糸を使って織っていただいたものです。タイプライターですけどちょっと柔らかいというか。そうですね、ちょっとパリッとはしますけど柔らかいですね。なんて言うんだろう、あんまりこう触ったことのないような、矛盾しているような生地で、普通はこうタイプライターっていうと張りがあってパリッとしてるイメージですけど、確かにそれはあるんですけれども、一方で柔らかさと、あとはこう触り心地の良さっていうのがあって、やっぱり細い糸で作っているっていうところと、蝶々綿が持つ柔らかさだったりが影響しているのかなと思います。何番手ぐらいになるんですか？これは80番手の端子でやってますね。端子なんですね。じゃあもう本当により薄いというか、そうですね。細い糸でちょっとなので透け感があるというか、少しシアーな感じはありますね。あとは全然ストレッチ素材とか全く入れてないんですけど、割とこう伸び感があって、この辺りがやっぱり洋服にした時にこう可動部でストレスなく着ていただけるような生地になりましたね。なんか着心地の良さそうな。なんかタイプライターって少しなんて言うんだろう、こう汗をかいた時にこう吸い取らないイメージがあるんですけど、これはなんかそうですね。もらえそうな感じもする。夏でも全然こうさらっと着ていただけるような形になってます。今予定してるシャツが、なんか持ってこればよかった。そういうことね。今こうパターンを作られて。原料は島根県で、糸も島根県ですね、横糸は。で、機屋さんは静岡の機屋さんにお願いしてみまして、かなり細い糸でも高品質で織れるような機屋さんでやっていただきました。それはどこででもできるようなじゃないってことですね、逆に。そうですね。やっぱりこのレベルになってくると糸が切れちゃうんですよね。そうですよね。あとはすごく打ち込み数が多いので、どうしても不良が多発、切れる以外にも不良が多発してしまうので、そのあたりもうまくコントロールして管理ができる工場さんですね。
この生地をこう依頼されるにあたって、この80番の端子っていうのから全部こう指図されたってことですよね。そうですね。はい。なんかどういう意図でというか。もともと私が作っている品種の蝶々麺という品種は細い糸が作れて光沢があるっていうところが特徴でして、でそこを最大限引き出せる仕様で作らないとっていうふうに常に考えているところがあります。でこれまで7年から8年ぐらいやってきて、60番手という壁が一つありまして、そこはもうクリアしていて、で次80番手100番手っていうふうに上げていこうと、より細くしていこう、数が大きくなると太さが細くなってくるんですけれども、より高い数字に上げていこうということで、今回80番手というところにもチャレンジしてやったというところですね。なので割と分かりやすく気持ちいいというか、そうですね、はい、気持ちいいです本当に、ちょっと光沢もあって。そうですね、蝶々麺使って厚物を作っても、厚地の生地を作ってもそれはそれでいい表情になったりするんですけれども、やっぱりこういう薄くて繊細なものが一番こう伝わりやすいというか、蝶々麺いいよねって分かっていただけるところなので、まず最初織物もまだ始めて 2,3 年ぐらいでして、今までずっと編み物をやってきてたので、ちょっとこういうベタなというかこう王道のものを作っていこうということで、今この番手に決めました。ちなみにこれ今一巻きって大体何メートルなんですか？50メートル。50メートルちょっとぐらいです。今残ってるのでいうと20メートルちょっと。もうある程度使われた。そうですね。50でいうとこの今同じ仕様で黒もあるんですけど、50で作られて、これもねいいんですよね。僕黒そんなに期待しなかったんですけど、黒は黒でやっぱりこれも同じ仕様ですね。染色してるか染色2色。そうですね。黒はちょっと光沢が目立つというか、光が当たるとより反射してくれる感じがあって、そうですね。これはこれでいいんですけど。7単でどれぐらい、例えばこの50巻き全部やるとどれぐらいできちゃうんですか？1500メートルぐらいしか取れないかな。700着とか。だからこれからも年間で、そんなに量産できるもんじゃないから、その畑自体の広さなんで、現実的に言うと1年で、だから我々のようなものが手に入れれるのは2巻き。そうですね。これも実は今余っててたまたまあるっていうのがあって、実はもう前の年ぐらいから取引先のアパレルさんに枠を取っていただいてまして、なおかつ翌年に本当に思ってた量取れるかっていうと結構取れないこともあって、割とこうご相談しながらやっている感じでして、で作るアイテムもですね、これ始めたのがまだ 2,3 年ぐらいしか経っていなくって、不白は普通はニット製品でニットの生地を作ってたりするんで、今年はニットやろうとか、今年は不白をやろうとかっていうのがあって、その良きタイミングの時にですね、欲しいという方が現れればいいんですけれども、ちょっと来年まで待ってくださいだとか、そういう話をすることも結構ありますね。在庫がこうない時の。そうですね。じゃあ今加藤さんのところで残ってる在庫はこうこれぐらいですね。黒がこれと。ローンもあったんですけど、ちょっともう使っちゃいまして、今ない状態なので。でもおすすめですね。レアもんですね。だからその一般の人にが手にできるっていうのはなかなかそういう仕組み上からするとね、わかりますわかります。でも手に入れたいわね。そうですね。私もこういった生地
好きな方だとか分かっていただける方にぜひ手に取っていただきたいという気持ちもあるので、なるべくこうお出ししていきたいなとは思っています。今ある型紙のシャツで、はい、ちょっとこれで作ってみたいので、ありがとうございます。これを何メートルにしよう。幅がはい、今102から103の間になってますので、じゃあこれを2メートル。ありがとうございます。ありがとうございます。貴重な。私もこれが商品になると思うと楽しみですね。服にどんな服になるんだろうっていうまたお見せします。はい、ワクワクしてます。楽しみにしております。素敵な服になる予定です。はい、ありがとうございます。ちょっとぴったりな感じなので、この生地に。本当ですか。持ってこればよかったな。このように最後は生地をカットしていただき、非常にね丁寧にカットしていただいてます。なかなか貴重なものなので、丁寧に切っていただいて、今回はこの生地を持って帰って、またね、洋服を作るという工程になっていくと思います。これが加藤寛一商店さんで買ってきた白の80番紙端紙で織られたタイプライターの生地です。とても張りはあるんですが、とてもこうやっぱり蝶々面で織られてるっていうことで、とてもシルキーな感じの光沢のある綺麗な素材です。国産でというか、私がこの間見てきた綺麗な景色の中にある畑で作られた綿を使った生地であるっていうことが背景にあり、こういう生地で作るのはとてもワクワクして、次作るシャツにとてもよく合う生地ですので、これで素敵なシャツを作ろうと思います。